比類なき旨味を秘めながらシガテラ毒魚として人々に意味嫌われてきた魚がいる。だがこの世には一つ、その禁断の味を口にできる地が存在する。太平洋に浮かぶ孤高の楽園、小笠原諸島だ。その名はバラハタ。マサルは禁断の美味を求めてこの海に挑むのだ。さて、それでは魚つき開始です。にしても小笠原、シャコ貝多くない？ここだけでも3匹いるんだけど、泳いでも泳いでもめちゃくちゃいるんだよね。しかもでっかい。小笠原の人は食べないんで、すっごい繁殖してるんですよ。で、俺小笠原から帰った後、声が出なくなったんだよね。いつもはエンディングで話してるけど、今回は綺麗な映像を見ながらお楽しみください。小笠原特殊な島なんですけども、まずは驚くべきことにウミガメが食べれるんですよ。で、どうやって取るのか気になるじゃないですか。で、たまたま漁師の人と知り合って取り方教えてもらったんですけど、手盛りで首の部分を刺すみたいです。ちなみにウミガメは水っぽい馬刺しみたいな味がします。で、面白いことにですね、小笠原の人って結構裕福なんですよ。父島の人口2000人に対して1週間に1回来るフェリーの小笠原丸は最大で7、800人乗るんですね。つまり当該から結構なお金が入ってくるわけよ。で、それの何がいいかっていうと、嫉妬とかね、しがらみとかがあんまりなくて、なんかすっごいいい島だなと思いましたね。で、しかもね、結構ガイド業とかやってる方が多くて、もう本当にね、小笠原が好きなんでしょうね。もうみんなね、ニッコニコでね、ガイドしてて、もうなんか幸せな空間でした。しかもですね、びっくりしたのが、本当にね、子供が多い。そして老人がいない。なんとですね、父島にある保育園は無料なんですよ。だからね、子供ができてもその分余裕があるんですよ。で、1週間に1回しかフェリーが来ないから、大きい病院に入院しなきゃいけなくなったタイミングで、ご老人の方々はですね、東京に行ってしまうんですね。それで、20代から50代の人しかあんまりなくて、田舎特有のですね、今までこうやってやってきたんだから、お前もそれに従え。従わなかったら村八分にするぞ。みたいなご老人が、だいたい村にはね、1人2人そういう人がいるんですけど、小笠原にはですね、いないんですよ。だから飲食店とか入っても、なんか、こんな創作料理あるのみたいな、なんかいろんな創作料理とかあってめっちゃ面白かった。で、ここでね、とんでもない生物に出会ったんですよ。もう超ウルトラハイパースーパーレアな生物に出会いました。こちらです。赤い伊勢海老ですね。なんだこの伊勢海老、見たことないなと思って調べたら、小笠原のみに生息する固有種で超希少なエビなんですよね。スダキっていうポイントのですね、水深20メートルぐらいに沈む沈没船の下にいますので、見たい方はぜひ見に行ってみてください。さて、バラハタを狙っていきます。バラハタ自体は無限にいるんですけども、警戒心が絶妙に高くて捕獲難易度が高いのよ。いや、にしてもこのサンゴ何なんでしょうね。非常に不気味な見た目をしております。水深は12メーターほどですね。やっぱりね、濁ってると上から見えませんので、こうやって潜ってから探すんですよ。この右側、海が青白くなっているところ、ここはですね、水深50メーターまで落ちてて、めちゃくちゃ流れ速いんですよ。間違えてあっちの上で行ったら大変なことになるんですよ。マジで怖かった。にしてもバラハタなかなかいませんね。だいたい潜ったらね、いるんですけどね。お、いました。結構いいサイズ。そう、こんな感じで絶妙に当たらない距離で逃げてくるんですよ。そしてこっちが追いかけようとすると速度を上げて穴の中に入っていく。今のアプローチの仕方が悪かったですね。普通につける答えでした。いや、マジでね、バラハタめちゃくちゃいるのにね、なかなかつけないんですよ。今度は上からアプローチしていきます。いや、絶妙に距離を取ってくる。どうしたらいいんだこれ。むずすぎるな。さて、またいました。もうこうやってね、泳いでる個体はもうまずつけません。でもアプローチしていきます。もしかしたらつける可能性があるから。いや、むずいな。全然追いつけない。さて、今度は深場を狙っていくことに。水深は15メーター以上。魚は深いところにいるやつの方が警戒心が薄いんですね。今回は深いところにいる魚を狙う作戦でいきます。
いました。しかも逃げずにこっちを向いている。これは取れるぞマサル。狙いを定めてヒット。なんでやねん。これは取れるよマサル。悔しいね。はい、ということでですね、5日間ねバラハタを追い続けました。もはや俺はバラハタマスターになりました。バラハタが逃げ出す瞬間が読めるようになったんで、もう逃げ出す瞬間をついてヒットが逃げてしまうが、こいつが泳いで向かう先も予想できる。予想通りの位置に来ました。ヒット。いやー、やっと取れましたよバラハタ。もう小笠原でめっちゃ食べたんだけど、マジでね飽きない。最高の魚こいつ。美味しかったわ。さて今度はもう一回りでかいサイズを狙っていきます。逃げていく先を予測して森を構えてヒット。その後も好調にバラハタを捉えていくマサル。これだけ取れれば魚パーティーが現実味を帯びてきますね。もうそろそろみんなもスポット当てなくてもバラハタ見えるようになってきたんじゃない？狙いを定めてヒット。今度はいい場所に当たりました。バラハタが取れて浮かれていますが、小笠原にはサメがうじゃうじゃと存在します。のんきに血抜きをしていますが大丈夫なのでしょうか。そしてここでさらにバラハタを発見。狙いを定めてヒットと、ここで後ろから気配が。やつがやってきました。何のサメか知りませんが非常に獰猛なサメで、取った魚の血にすぐに反応してやってきます。もう本当にうざいんでめちゃくちゃ追いかけてみることにしました。どうなるでしょうかね。さすがにこんだけしつこく追いかけたら去っていきました。さてお次は今回一番大きかったバラハタですね。今回の動画で食べてるバラハタもこいつですね。はい、皆さん見つけられますでしょうか。画面中央部にいます。狙いを定めてヒット。かなりパワーがありますね。めちゃくちゃ大暴れしてますと、ここで脳天締めをしていきます。海底には赤い光が届かないんで黒く見えるんですけども、海面に持ってくるとこんな感じのめちゃくちゃ鮮やかな色になります。てかね、上がったらね普通に1匹食われた。めっちゃムカつく。うわー、しっかり食われてるわ。めっちゃ襲られるわ。バカでかいブダイが取れたので EC で販売してます。ぜひチェックしてください。どうも、マサルです。ちょっと小笠原で無理をしすぎまして、今絶賛声が枯れております。全く喋れない状態なんですけども、あとね、2匹動画をさばいていかなきゃいけないんで、今回はですね、アフレコでやっていこうと思います。というわけで、ここからアフレコになります。それでは魚を見ていきましょう。こちらがシガテラの毒魚として悪名高いバラハタです。特徴としましては尾びれの先っぽが非常に細くなっています。そして端が黄色いのも特徴ですね。名前の由来は体色がバラの花のように綺麗なことから来ています。で、ここがついた後ですね、ちょっとね色が悪くなってます。そしてこの皮の色、沖縄の三大高級魚スジアラと非常に酷似してまして、沖縄ではスジアラと区別されず売られていることもあります。そんなことやってんのやばすぎでしょって思うじゃないですか。スジアラとバラハタ味はね似てるんですよね。まあ三枚おろしにしたら見分けつかないんで悪質ではあると思います。というわけで早速さばいていきましょう。まずは鱗落としからやっていきましょう。ハタの鱗はですね結構小さくて、しかも結構しっかりとへばりついてるんで、こんぐらいの小さい魚でも意外とね取るのが大変なんですよね。てか鱗剥がしたら下は結構白っぽい感じになるんですね。魚にはですね、なぜか鱗自体に模様がある魚と皮に模様がある魚、この2種類がいるんですよ。なんでなんや、気になる。
さて、ようやく頭を切るところに差し掛かったマサル選手。こいつ、本当に一言も喋らないつもりだ。確かに異常に喉が痛かった記憶はありますが、さすがに喋ることがなくなってきた。ここからも普通に解説を続けていきます。お腹の中はかなり何もないですね。このタイプの魚は味の予想がつきづらいんですよね。どんな味がするのか楽しみですね。で、ここ緑の部分なんですけども、これは胆のうの跡ですね。これは肉食魚特有のものですね。さて、胃袋に何が入っているか見ていきましょうか。大きいものは入っていなさそうですが、果たして切ってみると出てきたのは白い液体。完全に消化済みですね。ここまでなると元が何だったのか分かりませんね。はい、次は頭。このままやってもいいんですけど、結構ヌルヌルしてて手を怪我する場合があります。そんな時はこちら、キッチンペーパーを下に敷いていきます。これがあるとほとんど滑らなくなります。で、ここから包丁を入れていくんですけど、真ん中に鋭い牙が2つあるんで、その真ん中に包丁を入れていきます。昔バイトの仕込みでこれやらせてもらってたんですけども、これ意外とね結構難しくて、包丁を押し当てるだけじゃなくて奥の方に動かしながら下にも力を入れる、この感覚が分かるとね結構切りやすいです。で、このぐらいの魚もね、この包丁小さすぎるんで24センチぐらいの包丁でやるとパパッとね、結構できます。これ真似する人がいるのかな。いる前提でちょっと話しますね。バラハタはもちろん、ハタの仲間は全てですね、エラに鋭利なトゲがあるんですね。ここの状態まで来れば、他の魚であればエラなんて引きちぎるだけで余裕で外れるんですけども、本当に手怪我だらけになりますんで、非常にね慎重に皆さんやってくださいね。だって手袋ちぎれてますからね。みんな軍手推奨です。下顎はですね、正中線というか真ん中が切れるようになっておりますので、そこをめがけて切っていきます。変にずれると骨があって切りづらいんですよ。さて次は三枚おろしですね。僕はね、腹正正腹の順で切るといいですよと習ったんですけども、これね結構流派があるらしくて、腹正正腹じゃなくて背中から包丁入れたりとか、いろんな種類があるみたいで、論争にもなり得るぐらいのこの問題なんですけども、魚さばいたことない人からしたらさ、めちゃくちゃどうでもいいでしょ。めちゃくちゃどうでもいいと思うはずなんで、もう各自好きなようにやってもらったらいいと思います。ちなみに店長はですね、腹正正腹の順でいくと流れるように作業が進むと、そう教えてくださいました。はい、ここが森でついた後ですね。こんな感じで血が回るんですよ。ここはですね、細菌とかに汚染されてる可能性がありますので、切り落としていきます。わあ、もったいないね。エラをついてればこんなことにはならなかったのに。で、反対側も同様ですね。切り落としていきます。さて、腹骨を落としていきましょう。こんぐらいのサイズの魚だとかなりね、さばきやすいですね。反対側も落としていきます。で、これ背骨からねめちゃくちゃいい出汁が出るんですよ。ただね、ヒレは臭いんですよ。このヒレをね全部落として骨だけにしていきます。で、ついて汚染されてる場所も外していきます。そして残った血も臭みになるので流していきます。出汁にする場合はですね、こうやってしっかりとした下処理が大事なんですね。こちらのアラはですね、友達と一緒にアラ鍋パーティーをします。この後コクハラもさばくんで超豪華な鍋パーティーになるはずです。真夏のこのクソ暑い中ね、なんか水ラーメンがね、行けたら行くわって言ってたわ。来るかもしれない。来ないかもしれない。あの人はね、3分の1ぐらいの確率で来るから。はい、というわけで下処理が終わりました。で、小笠原諸島って言っても、父島と母島しか有人島がなくて、で、その中でも父島は結構飲食店があるんですけども、いや、心配なるて。東京都の豊洲ではですね、バラハタの流通が禁止されてるんですけども、小笠原ではチギって言われてめちゃくちゃソウルフードなんですよ。で、いろんなチギの料理食べたんですけども、天ぷらと刺身がとんでもなく美味しかったんですよ。ということで今日は天ぷらと刺身、こちらを作っていきます。
まずは天ぷらを作っていきます。一口サイズに切っていきましょう。で、皮がですね若干噛み切りづらいんで飾り包丁を入れていきます。そして一応皮を剥いだバージョンも作っていきます。さてさてどっちが美味しいのやら。意外と皮目脂乗ってるね。激安すぎるねこれは。ちょっと腹壊すかもしれないけど食べよう。腐りかけの魚の匂いがする。いや、腐りかけなんかい。ピークアウトしてますね。いやー、小笠原はですね、1週間に1回しかフェリー出てないですからね、どうしてもね、鮮度よく魚持って帰るのがね、難しいんですよね。そしたら寿司用にスライスしていきます。まあ、寿司言うてますけども、今回は天ぷらにしますけどね。天ぷら粉で揚げていきます。まあ冷たい方がいいって聞くんで氷を入れていきましょう。では魚たちをイン。そしたら次は揚げていきます。うわー、いい感じに揚がってる。うまそう。はい、というわけで完成しました。いただきます。ちょっとね声が届いてなくて、みんなどうしたらいい？これ見て。俺独身術できないからまあただね、なるべく頑張ります。優しい目で見てもらえると幸いです。やっとの思いで完成しました。というわけで天ぷらから食べていきましょうか。さてさてどんな味がするんでしょうね。うわー、おー、うまいです。食べてみる？これマジ異次元にうまいから。やばいよこれ、本当にやばいから。うん。マサルは完全に声が出なくなってますね。小笠原の疲れが。母さんの舌には合うのか。うん。その成果に合うぐらいめっちゃ美味しい。いやでも腹側は傷んでましたけど、これもほんまにね美味しかったんですよ。はい、というわけでごちそうさまでした。いやー、バラハタねマジでうまかった。ハタの実なんだけど、格が違う。ポン酢で。格が違うってないね。マジ？そんなうまい？これは俺も行くわ。めっちゃうまい。マジでうまい。格が違う。格が違うわこれ。格が違う。マジで汗出てきた。汗出てきたうますぎて。うまいよなバラハタって。発汗作用があるこれ。格が違う。言いたいだけだよ。言いたいだけや。マジうまい。マークも落としていいですか？本当にうまいよもちろん。こんなうまいんだ。そんなでも言うほどじゃないんじゃないですか？でもまあ。まあ格が違うわ。格が違う。これはうまっ。これはうまい。もう密室がね、格が違う。結構みんな魚にはうるさい人たち集まってますからね。一応島育ちです。